今日は糖尿病への指導法対策編ということを、お話したいと思います。データの見方、データといっても、血糖値とヘモグロビン A1C とかそういうことなんですけれども、それをどうやって見て、どういう対策を練るかということですね。前の動画でですね、インスリン抵抗性重要なんだということをお話しましたけれども、大抵の人はインスリン抵抗性があります。どんな人がインスリン抵抗性を持っているかと言いますと、ウエストが太くなった人です。これは内臓脂肪の蓄積で大体なっていますからね。20歳の時の体重、それからおおよそのウエスト、そういうのをぜひ聞くようにしてください。20歳の時のスタイル保ってる人はほぼいないですから、ほとんどの人はインスリン抵抗性が少しずつ出てきていると考えていいと思うんですね。その後にウエストが太くなるかどうかというのを気づいてもらうために、ローウエストのパンツですね。そういうのは履いちゃダメですよというふうに言ってくれるといいと思います。ローウエストだとお腹がその上に、ズボンの上に乗りますよね。だからわかんないですね。食べ放題行ったりしてもね。で、あとゴムのウエストもぜひやめましょうと言ってください。やっぱりベルトできっちり伸びないパンツですね。それを履くようにというふうに指導してくれるといいと思います。血糖値、それからヘモグロビン A1C、これが、よく糖尿病の指標として使われるんですけれども、その読み方についてお話ししましょう。で、血糖っていうのはよく BG とか PG とか BS って表現されますよね。BG はブラッドグルコース、血液中の全血中のブドウ糖濃度ですよね。で、PG はプラズマグルコース、血球成分を除いた血小中のブドウ糖濃度、BG と PG はですからちょっとだけデータ違うんですけども、大体一緒に考えていいです。で、BS ってブラッドシュガーですよね。これはもう今シュガーって測らないですから、 BS っていう言い方はちょっと恥ずかしいですから言うのやめましょう。 BS はテレビ放送です。血糖値、どのぐらいのタイミングで、ご飯と関係があって上がるかと言いますと、食事を開始してから60分から70分目が最高値になるというふうに言われています。で、2時間目にはもう回復しています。で、最高値といっても本当に健康な人は前回の、YouTube でも言いましたように、140にはなんないんですけれども、それでもだいたい食事を例えば朝7時から始めると8時ぐらいがピークで、120、130ぐらいまで上がってるということですね。この絵のグレーが食事、なんですけどね。糖尿病というかインスリン抵抗性が強くなるにつれて、この青い線、赤い線というふうに変わっていきます。ちょっとお腹が出てきた人、45歳、50歳ぐらいになりますと、空腹時の血糖は変わらないんですけれども、ご飯食べた後血糖が上がって、ピークが80分目とか、6、70分目よりちょっと遅れて、で、結構高い数字、140、50になったりします。で、さらにそれが進むと、さらにピークが遅れて、最大2時間目ぐらいがピークになることがあるんですけれども、血糖値が180とか200とかになると。なんでこれ知っていないといけないかと言いますと、どのタイミングで採血をしたかというのをちょっと意識をしていないといけないんですよ。8時にご飯を食べ始めてきて、自宅とクリニックとか病院が非常に近くって、もう8時半には採血ができちゃったと。要するに食事開始後30分目も、朝ごはんもだから10分ぐらい食べちゃったんですかね。で、30分目に採血したら血糖値が140だったと。で、先ほど健康な人は上がって140だったら、この人健常人かもしれないって思うかもしれませんが、実はまだ血糖が上がってない時期なんですよね。で、人によってはそのピークで200以上になっている可能性もありますので、この血糖値を持って大丈夫ですっていうのは決して言えないっていうのはわかると思います。で、あるいは6時ぐらいに、朝ごはんを食べ始めて、9時にですね、採血をしたと。食事開始3時間後ですよね。で、その時の血糖が112で全く正常でしたと。
これ自分は糖尿病じゃないって言い張る人いますけれども、その分かんないですよね。もうピークを過ぎて正常値に戻ってきたのかもしれませんからね。本当の糖尿病の人っていうのはなかなか3時間ぐらいじゃ血糖値下がらないですけれども、A1C が7台ぐらいの人だったら3時間目血糖戻ってることもありますからね。3時間目の採血が正常だからといってものは言えないというふうに思っていてください。次は A1C、 ヘモグロビン A1C ですね。 HbA1c、 よく A1C って言っちゃいますけれども、これは採血する前1、2ヶ月間の血糖値の変動をする指標なわけですよね。これ赤血球にどれだけ血糖がくっついている、糖がくっついているかということですから、赤血球の寿命に関係するということです。ですから貧血とかそういう場合の影響を細かく言うと受けるんですけれども、今はちょっとそういう細かい話はなしにしたいと思います。で、正常値ってのは 5.5 未満なんです。これ人間ドックとかこういう数字を使ってますよね。でも 5.5 未満の人って循環器内科の臨床の現場でなかなか見ないですね。で 5.6 か 6.4 だと OK とかって言っちゃうんですけども、実はそれは疑いというところに入ったりしています。で、糖尿病 6.5% 以上だと糖尿病型、いろんな症状があれば糖尿病というふうになっちゃうわけで、大体の目安はこんなところです。三大合併症があると前回の YouTube でお話しましたけれども、あれは7が以上になるとかなりその可能性が高まるという話は、言われています。ですから、7にはならないようによく患者さんには言っていますけれども、最近高齢者とかそういう場合にはもうちょっと甘くするとか、いろいろな基準がまた変わったりもしていますので、A1C6.5 を目指そうということはあんまり最近言われなくなっています。っていうのはですね、血糖値の平均なんですよね。後で質のいいコントロールというところの絵を示しますけれども、A1C6.5 にするためには例えば180の血糖を示すことがある人は50とか60の低血糖もないと 6.5 にならないんですよね。で低血糖っていうのは非常に危ないですので、低血糖を起こすぐらいだったら全体の平均値が高い方がいいと、そういう考えなわけですね。血糖変動の幅が少なくて 6.5 割ってればそれはベストなことは当然な話です。これですね、血糖値と A1C の関係式っていうのは実はあるんです。これ日本糖尿病学会がですね出したやつはこの上、平均血糖値ですね。28.7×A1C マイナス 46.7、これちょっとめんどくさいですよね。でもこれはちゃんとした正式な学会が言ってるものです。俗にですね、よく言われるのが空腹時血糖っていうのは A1C を20倍したものだというふうに言っています。プラスマイナス20ぐらいずれたりもするんですけれども、割と当たります。ですから A1C は例えば6だと120、7だと140ぐらいだということですね。これ右にですね、ムニエルの有名な絵描きましたけれども、青い線 A1C は例えば 6.5 ぐらいで空腹時のところを見ると、100ぐらい、130とちょっと違いますけどね。で 6.5 から7の赤い線の空腹時血糖は120ぐらい、7から8だと140ぐらい、なんとなく20倍あるいはそれよりちょっと少ないかなぐらいなところでは当たってると思います。で8から9だと、空腹時血糖が170、160ぐらいになってるんですかね。だいたい20倍ぐらいになってますよね。ですから、A1C を見て空腹時の血糖を推測して、で採血そのものは食後で本当は一番高いかなっていうような時間帯にとって最高値、血糖の最高値を見るという、こういう組み合わせをするといろいろベストなわけですね。でこれがさっき言った質の良いコントロールということなんですけども、同じ A1C5.6 の人でも青い線の人は非常に健康です。低血糖の部分というか血糖が低い部分で、80、高い部分で120なし、これは素晴らしいですね。でところが食後高血糖がある人に無理やり例えばインスリンを使って全体を平行移動させて下げてしまうと、明け方が60とかですね、お昼前夕食前も60に近いと。でその後食後はそのくらい高くなる。でだけど無理やり抑えたから A1C としては 5.6 と。こ
こういう血糖変動幅が大きい状況になってしまうと。で変動幅が大きいと過酸化物が多くて細胞障害が多いんだという話を前回の YouTube でお話ししましたけれども、こういう人は A1C がよくっても心臓病になりやすいということで、最近はこの低血糖が起こらないぐらいの方がいいのではないかというふうに言われています。青い線が質の良いコントロールということですね。もしもシリーズをちょっとしたいんですけれども、もしもですね、ウエストが20歳の時よりも8センチ増えて83センチになってました。83センチ OK ですよね。メタボリック症候群85ですもんね。男でね。女子は90ですけれども、これ大丈夫ですよって言っちゃダメなんですよ。やっぱり20歳の時よりも8センチ増えたっていうところを見てくださいね。脂肪って1キロでどのぐらいの大きさがあるかっていうと、ティッシュボックス1箱分ぐらい割と量あるんですよ。でそれをウエストの前に薄く伸ばしてもう1キロついてもそんなウエスト増えないですよ。1センチか、2センチは増えないんじゃないですかね。だから8センチって言ったらそのティッシュボックスがいくつもくっついたっていうような感じですよね。これはもう大変なことだと思います。でそういう人がですね、朝食を6時に食べて採血を9時にしたと、ご飯食べ始めてから3時間目、そこの血糖ですね、ブラッドグルコースが108だったと。もうウエストも OK だし血糖も OK だし、無罪放便って言わないでくださいね。 A1C も 6.3 だから 6.5 ないから大丈夫、今までの生活してくださいって言ったら心臓病になっちゃうんですよ、こういう人はね。でどういうふうに考えるかと言いますと、空腹時血糖は、A1C は 6.3 だからこれ20倍して、120、130その辺の間と、125ぐらいだと考えますね。3時間目の採血ですから、もうピークを過ぎて、108になってるから、ピークの時っていうのはいくつになってるか分かんないですよね。さっきの森への絵だと 6.3 ぐらいの人っていうのは140、50なんですけれども、もしかしたら180ぐらいあるかもしれないですよね。だからそこ見ないと分かんないです。でしかもちょっとだけ考えてほしいのは、空腹時血糖はもし125だとして、食後3時間目の血糖は108、ちょっと低いんですよね。ということは、この後にさらに反応性の低血糖が起こるかもしれない。10時11時にもしかしたら低血糖70とかになって、なんか細胞を壊してるかもしれないって、そこまでちょっと思いを巡らしてくれるといいなと思います。ですからこういう人の場合には、そのお昼前とあと夕食にも同じこと起こるかもしれませんから、夕食前ですよね、4時5時の時間の運動っていうのは避けた方がいいかもしれません。で食直後にですね、お皿洗いをするとか、あるいはこのゴロンと横に寝ないで腰をピンと伸ばして座ってるとかですね、あるいは立ち上がってる、そういうような活動ですよね。それはぜひ進めてください。食直後に動くと血糖の急激な上昇を抑えることができるんです。血糖値の平均化につながりますよね。であとはこのウエストやっぱり8センチ増えたの良くないですから、基礎代謝を上げるのが楽ですよね。それには有酸素運動がいいと最近では言われていますので、それは普通のちゃんと低血糖にならない時間に進めると。でただしこういう人っていうのはインスリン抵抗性がある場合にはもうすでに狭心症になっている可能性があるっていうお話しましたよね。ですからできれば CPX をして虚血を確認して運動処方も出した方がいいと思います。であとはゆっくり食べてもらうんですよね。急いで食べると吸収が早いですからね。ゆっくりっていうのはどのぐらいの時間だと思います？これ学会は20分って言ってます。昔はですね、栄養士さんとかですね、たくさん噛んで20分かけると言ってますけど、これ絶対無理ですよね。20分ずっと噛み続けてたら友達がいなくなっちゃうかなとも思いますし、お話をしながらでもいいから、最初食べ始めから食事がなくなるまでに20分かけるということですよね。それがゆっくりということです。でこれ肥満のところでもお話したいと思うんですけれども、20分かけると脳からレプチンという物質が出て、もう満腹感が出てくるわけですね。ですから食べ終わった後にちょっともなか食べようとか、
アフォガード食べようとか、そういう考えなくなるんです。もういいやって思うんですね。で早い10分ぐらいで終わるとまだ頭はお腹空いてますから入っちゃうんですね、別腹っていうことでね。ですからそういう意味でもゆっくり食べるといいということです。であと繊維を多めに摂る、これどういうことかというと吸収が遅くなるんですね。糖質の吸収を遅らせると。で要するに食後の急激な血糖上昇を抑える指導をすると、そこが必要だということです。運動と血糖値の関係なんですけれども、グルコースクランプ法といって、ブドウ糖をですね注射してどのぐらい、インスリンは一定量流しておいて、その血糖値を下げないためにどのぐらいグルコースが必要かという、そういうような試験なんですけれども、安静時に比べて運動中たくさんブドウ糖が必要、要するにインスリンの効きが強いということなんですね。これ運動を始めても15分経つと、こういう現象が起こります。ということは運動を始めて15分経つと血液中の糖分がどんどん筋肉の中に入っているということなんですね。で運動をやめるとまた元に戻っちゃうんですけれども、食後ですね、これは有酸素運動でやったんですけれども、何らかの形で筋肉を少し緊張させるだけで同じ効果が出るんです。EMS ってありますよね、電気刺激するやつですね。あれでも血糖やっぱりこれ同じ現象起こるというふうに言われてますから、ですから食後に立ってる、寝ない、それだけでいいんです。それで15分やってると、血糖が血液中の糖分が筋肉の中に速やかに入って急峻な上昇を遅らせることができるということなんですね。ですから食後の、運動っていうのはこういう意味があるんですよということです。今お話しした食べ方とか食べる内容、それから運動、その効果を書きましたけれども、朝食、昼食、夕食でこの急激に血糖がビュンと上がるんだっていう絵が描いてあります。実践がそうですね。でそこで運動するとその急激な血糖上昇が抑えられて変遷なんです。でさらに低 GI 食って書いてありますけれども、グリセミックインデックスって言って糖になりづらいものですよね。で繊維を多くすると吸収が遅くなると。そうするとですね、ピークが後ろにずれるんですよね。でしかもピークが下がると。ですから低 GI 食、ゆっくり食べる、繊維を多めにして食後の活動性を増やすと急峻な血糖の上昇が抑えられるし、ちょっとピークが遅くなるということで心臓病になりづらくなりますよということですよね。糖尿病の薬、すごくいい薬どんどんできてきてるし、インスリンの質も良くなってるんですけれども、やっぱり心理派のスタッフはですね、この手持ちの運動のカードと食事指導、生活指導のカードを使ってですね、この心臓病をこういう予防することをすごくしっかりできるわけですから、ぜひそれをうまく使えるようになってください。で次にですね、今度ウエストが20歳の時より18センチ増えて93になっちゃったと。クラス会で会った時に話題の中心になっちゃうかもしれませんよね。で、朝食6時にとって採血9時、やっぱり3時間後で血糖が230だったと。これはどう見ても高いですよね。で A1C は 7.8。これはもう普通に糖尿病で糖尿病の先生に見てくださいという話にはなるんでしょうけれども、心理派スタッフどうしたらいいかということです。でこれは持続性高血糖の状態で、三大合併症の可能性ありますよね。眼科に行ってくださいとか、足のしびれどうですかとか、あとは腎臓ですね。EGFR っていうのは最近では見ますけれども、それがどうかっていうのをチェックする必要ありますし、あとは肝動脈硬化症が効率にできているということは、考えた方がいいですよね。でまずやるべきことはやっぱり CPX で虚血の有無を確認した後に運動処方を出して有酸素運動をしてもらう。これは重要ですよね。でそれからあと運動だけじゃないんですよ。減塩とかカロリーコントロール、これ必要です。なんで減塩が必要かっていうと、やっぱり細胞障害起こってますよね。ヘフペフとかも起こってるし、もしかしたら心臓の動き低下してヘフレフみたいになり始めてるかもしれませんし、動脈硬化もできてるかもしれません。それからあと三大合併症のうち一つに腎症がありましたね。腎臓 EGFR が低下してるかもしれません。そのどれをとっても塩分制限って必要ですから、もう減塩は漏れなくさせた方がいいと思います。あとはカロリーで括弧して糖質って書いてあります。であんまり激しい低糖質ダイエットっていうのは糖尿病学会は
完全に否定していますし、一時的に確かにインスリン使わなくなる必要性はなくなるってことはあるかもしれませんけれども、全体的に、予後はそんなに変わんないと、むしろちょっと良くない人もいるということで、すごい厳しい低糖質ダイエットっていうのは今進められていません。ただ日本食っていうのは糖質が 60% なんですね。で洋食は 40%で、洋食の中のダッシュ食っていう高血圧向けの食事なんですけれども、それとかあと地中海食っていうのがありますね。あれも 40% ちょっとで、ですから糖質60、和食っていうのはすごくいい食事だと世界中に絶賛されてるんですけども、そこから40に減らす、あるいは60% 以上糖質取ってる人も結構いるんですよね。糖質やっぱり美味しいですからね。でそういう場合にはそれを減らすという、そういう考えでコントロールするといいかもしれません。であとは場合によってはその三大合併症の EGFR が45割っていたらタンパク制限っていう話もしないといけないですね。で高齢者の場合は制限する以前にもともと食べてない人もいるので、そもそもがどのぐらい食事とってるかっていうのをまず栄養指導にかけて、把握しておく必要があります。でそれでやっぱり1日 60g とか取りすぎてる、そういう普通にとってるんだったらちょっと減らすのかなとか、そういう話になってきますよね。あとはですね、その DK、これアシドーシスですよね。ケトアシドーシスとか起こすことがありますから、血糖が高いと喉乾きますよね。喉乾いた時にジュースをいっぱい飲んじゃう人いるんですよね。コーラとかオレンジジュースとかで高活動に対処しているうちにまた血糖が上がって悪循環に陥る。これはペットボトル症候群なんですけれども、そういうことについても説明しなければいけないということで、割と本格的な糖尿病の指導が必要になってきますので、それが得意じゃなかったら、それは糖尿病の専門家に任せるといいかもしれません。本当の糖尿病の方ももちろんいますから、そういう時にはいろんな合併症の可能性っていうのもちゃんと考えて指導が必要だということです。で、またこの写真ですけれども、オレンジジュース、カリフォルニア美味しいです。フロリダも美味しいんですけれども、ジャムも美味しいですし、一時的にこれ食べるのはいいかもしれませんけれども、普段は糖質を制限した食事が皆さんもいいかなと思います。本日のお話はこれでおしまいです。ご視聴どうもありがとうございました。またこの他にも肥満に対する指導とか、高血圧、あるいは脂質代謝異常、そういうお話もしていきたいなと思っていますので、楽しみに待っていてください。